こんにちは。姉のみーです。妹のエミリオンです。今回はこちら。姉妹で書き比べ、薬屋の独り言、まおまお書いてみたー。イエーイ。めちゃくちゃ面白い。めっちゃ面白い。やっぱ推理物系みたいな感じ面白いよね。いや、面白いね。そういうの大好きだから。アニメ始まってみたら、何この面白いの。面白い。絵も可愛いし。ねえ。あと、お着物がね。ね。着物っていうのかなこれ。なんだろうね。可愛いよね。だからお洋服も可愛くてね、見てて楽しいなと思ってます。なので見てない人はね、ぜひ見てくださいね。はい。それでは早速作業過程をどうぞ。はい、姉です。線画ですね、まず。線画も苦戦したのよ。相変わらず歪むからさ。で、顔もなんか難しくて、何回も描き直した記憶があります。目元が特徴的かなと思って。紫で紫で線画してる。あと今回は初透明水彩だったの。相変わらず肌色から塗っていって、その後影にね、ピンクにしたのよね。結構透明水彩のイメージって色を混ぜてるイメージだったので、とりあえず混ぜなきゃなのかなと思って混ぜてます。でもね、初めてだから、混ぜ方がわからなくてね。そうなんだよ。にじむなと思いながら、すごい発色がいいので、綺麗な色は出やすかったの。この辺綺麗、この辺。そうですね、すごく。だから今回も薄いところから濃い色をどんどん重ねていって全体的に濃くしていくっていう手法で描いてます。でどんどん描き進めて途中で黒ペンで線画をちょっと濃くしてはっきりするようにしています。以上です。はい、続いて妹です。今回はそんなに下書きは苦戦せず、ちょっと頭が右上に引っ張られたぐらいで、最初に紙を塗っていってます。下地段階である程度光の部分残して、天使の輪の下とか上付近に濃い色を重ねるのが好きなんで、そういう感じでさらに影を濃くしていってます。3段階ぐらい。そうだね。だいたい3段階ぐらい。で、肌ですね。肌も綺麗。肌もテッカテカになるように塗ってます。光を残していく感じなんだね。でハンカチもね、いい感じに布のシワみたいなのが薄く残る感じで紫色で影入れてます。で着物でいいかな。着物も淡い感じだったんで、あんまり濃くしすぎないように薄く影をのせてって濃いの最後入れて締めてるって感じですかね。でなんかこの装飾品、なんかキラキラしてて結構細かかったんですけど、なんか、結構大雑把に雰囲気で塗ってごまかしてます。で最後目は上の方だけちょっと緑で下の方赤っぽい感じに仕上げました。瞳孔は黒のペンではっきりと入れてますね。はい、こんな感じでした。はい、完成しました。イエーイ。このバキ塗りがすごい鮮やかーと思って、元絵の先生の絵がもともとこうツヤツヤって感じだったじゃん。ツヤプル。ツヤプルだったから、ツヤプル全開で塗りたいと思って。いや、ツヤプル全開だよね。今回はそんなに元絵によらずにもう自分の好きなように塗りまくったって感じです。目元のここがやっぱいいよね。なんか宝石みたい。綺麗グラデーションが。そこうまくいった。やっぱ華やかさっていうのは出した方が良かったと思うのよ。このマオマオのね。アニメを見てる人はこのシーンが何かご存知かと思いますが、それがよく表現できているんじゃないかなって思う。で今回はいつも通り妹コピックで、姉は画材違いで絵の具かつ新しい画材ホルベイン、ホルベインの水彩絵の具だ。18色のを買って初めてパレットも作って、なんか水彩だとパレット作るとか言って、パレットを作るというなんか意味がちょっとこちらには理解できないけどどういうシステムなのか写真で載せてこういうさ水彩の境の線がさやっぱ出る、これいいよね。綺麗よね、やっぱりそれが透明水彩のいいとこなんだ。この後が素敵。あとこれ一個事件があって
そう、透明水彩ってどちらかというとコピックと比べると色が薄いとは言わないけどバキバキに濃くなるっていうものではないと思う、そうやって塗るもんじゃないからね。だけど、私先にユミリオンの絵を見ちゃってたのよ。で頭がその色だったのよ。濃いパキパキってイメージで透明水彩に入ってしまったら、完成品より途中の方が綺麗っていう事件が起きて途中で止めとけばよかったそう重ねすぎてしまったばっかりにちょっと濁った汚い色が入っちゃったっていうのがあったのが悔しかったんだけど、まあ初めてだったから次回に期待という感じかなと、今回の作品はそうかなと思います。いやでもやっぱり綺麗だよね。目元とかはね結構綺麗に描けたかなと思う、あと相変わらずね手は苦手なんか指細くなったなみたいな中指細くなったね。これさ一回線内側に入っちゃうとさもう修正しようないんだよね。そうなんだよねデジタルならね消せるんだけど。そうだからそこがアナログの難しいところだなって思うよね。はいはいな感じです。はい、今回は薬屋の独り言まあまあ書いてみましたがいかがだったでしょうか。最後まで見ていただきありがとうございました。また次も見てくださいね。バイバーイ。